やー、四国ついに出た。あそこだ。そう、シャワーステーション。シャワーステーション。11泊と12日間で合計2600キロ。四国最後、もう四国出ちゃったけど、四国旅最後に乾杯。ここはなんかマンシャーとか出てこない。反対側に行くのか。うわあー、絶望的だね。ー、2人で同じ声出しちゃった。はい、今ね、四国編の旅が終わりまして、そう終わりまして、これ何道路っていうんだろう。ちょっと高速の名前がわかんないんだけど、高松道を走っております。はい。全部高速で行って、いくらかかるのかっていうとね、うちだと多分2万くらいいっちゃうのかあー、高い。な。あとね、ほら、途中今回さ、パーキング寄ってさ、休憩もね、したいし、あとあれ使ってみたいんだよね。サービスエリアのシャワーとかね。あー、はいはい。初めて使うよそう、ね。今までね、やったことないの。ない。そういうのをちょっと今回は利用してみたい。キロのだいたいノンストップで行ったら約10時間ほどかかるね。その10時間。ほんと絶望的。電源取れなくて、しかも灼熱。こんだけさ、暑いとさ、多分また充電しないの。そうね。今マイナスになってるの。だからどんどん削れていくから。そこが怖いよ。過酷だね、ちょっと。とりあえずね、あと725キロ。はい。はい、走ってきてます。なんかね、ルートがね、見てたらね、岡山の方に抜けるルートになってた。だからここから先左曲がって。あー、ってことは本州側をずーっとまた行く感じの。そう。でもそっち側がなんかね、混んでそうだから、逆にこのまま四国抜けちゃって、鳴門まで戻って、で、淡路島。抜けてった方が、なんか渋滞もなさそうだった。だからそれを考えて、ナビはちょっと無視してまっすぐ行っちゃうかな。うい。目の前のこの山、飯野山っていうらしいんだけど、すんごい綺麗な山の形してる。ザ山で。ザ山。私こんなに綺麗な形してる山見たら初めてかもしれない。で、今のとこ左曲がっていくと、あっちらしい。岡山の方に抜けていくらしい。ああ。じゃあこれをまっすぐで、そう。淡路島。そう。ね。距離あんま変わんなかったわ、言うて。一度さ、ちょっとさ、四国のサービスエリアに乗りたいからさ、そのまんまちょっと四国を横断してって。そうだね。せっかく来たから。うん。香川県はほぼ横断で終わったけど。高松です、ここ。ここがね、香川県高松市。この高松中央インター、残り 1.5 キロ。だからやっぱ都会だね。都会です。すごい都会だよ。だってマンションは、高松はすごい都会だね。なんかいっぱいビルがあるってわけじゃないけど、高層。マンションが多い。普通の、来た。津田の松原。津田の松原。お腹すいた。パパ食べない。入ってみて考えようかな。絶望的だね。この先、左からの合流があります。ちょっと寄ってきますよ。よし。すごい、すき家があるサービスエリアに。団子とか、あとなんかあるのかな。ドーナツ普通のドーナツか、あんドーナツか、あとこっちは団子だね。なんか素焼きの団子。めっちゃ混みだったね。だからご飯食べようと思ったけど諦めちゃった。混みすぎて。いただきます。甘い。ほんのり甘い。この後はどっかまたパーキング少し離れたところで、寄れたら寄って、なんか昼食とってもいいのかな。なると工事公園です。高速だったら早かったな。四国始まりの場所になるとでしょ。高速だったら4軒行くの超早いんじゃないの。直進です。この先のパーキング、でご飯食べようかって話ね。そうです。今1時だからね、ちょっとお昼は外れた忘れたけど。新鯛の湯とボートレース。とボートレース。今ボートレースやってる。ね。新鯛の湯でこのボートレース見れるんでしょ。そう。そうだよ。
見れるっていうか、なんかその男性用のお風呂のところはこのボートレースが中継っていうかなんか見れるらしい。そうなの。うん。いやー、ナルト着いた時は大変だったな。バッテリーが充電してないっつって。まだすごい。あれあの辺があれやろ、大塚国際美術館。で、左に見える上のやつはこの間登ったやつ。あー、展望台ね。長い。あ、ここほらね、写真とか。本当だ。で、我らはこの下を通ってたわけですね。そう。で、音がすごいねっていう話してた。そうそうそう。でも今は多分時間的には渦潮が見えない時間なんじゃないかな。あー、日によって変わるとは書いてあったけどさ、そうだね。あ、兵庫県に。兵庫県に入った。いやー、四国、ついに出た。四国出ました。本州本州に戻ります。いい景色。淡路ハイウェイオアシス。入りの時に観覧車やって言ってたとこかね。この先ちょっと行ったら渋滞。ここはなんか満車とか出てこない。反対側に行くのか。うわあー、絶望的だね。ー、2人で同じ声出しちゃった。そうね、この辺止めとく。この辺止めとこうよ、無難に。あ、ほら、もうなんか見るからに人ここもう食べれなかったらスルーだからね。そんなね、ママのご飯に付き合ってらんないよ。ここならすぐ入る。あ、パパはもうあれにしよう。あ、これじゃねえ、これにしよう。生しらす丼。綺麗やね。ね、ちょっと空いてるけどね。座れるよし。大丈夫。ほら、観覧車動いてるか、動いてるか。じゃあ淡路島のしらすとママはたこ飯とおいちゃんはハマ。食べましょう。なんとかお昼ご飯を食べることができましたよ。食べれたんだけどシャワーだよね。ここから大体30分ぐらいの距離にどうやらシャワーがあるらしい。でも意外とさ、この時間だったらシャワー空いてんじゃないの。今まだ3時だからね。この時間に入っちゃえば今空いてると思うんだよね。まあお風呂さえ入ってしまえば気が楽だよね。今日なんだかんだ言って朝もう汗かいたからね。雨降ってきましたよ。急に雨降ってきた。あ、次のパーキングそうでシャワーか。あと10分ぐらいだ。黄金パーキングのちょっと前らへんから渋滞が始まった。なんか路面濡れてるからこっちはさっきまで雨降ってたっぽいね。よっしゃ、一応パーキング行きましょう。行きましょう。あそこだ。そう、シャワーステーション。あ、ここね、間。ここに入れて。シャワーステーション。今ね、シャワーから戻ってきました。シャワー室ね、すごい綺麗で良かったんですけどドライヤーがないんです。なんで車でドライヤーしないと。シャワー室はね、まだね、やっぱ時間も早かったんで全部空いてました。なので待つとかはなくすぐ使えました。で、今日はのアオラ80持ってきてるからこいつでドライヤー使おう。多分ね、これでもいけると思う。使ってみます。こんな感じで、まあちょっとね、ケアで使った方がいいかな。1個だけ出力落とせば630なんで、これだと全然余裕です。はい、ちなみにアオラ80に関しては、AC 出力ね 1000W まで使えるタイプなので、全然ね、これぐらいだったら余裕です。でもあれか、容量はね、768Wh、そんなに大きいの方ではない。だから、まあドライヤーとかね、高出力のものをピンポイントで使うときはすごく便利です。はい、今ね、ママたちも帰ってきました。どうだった？女子はなんか入る前に先になんか受付しに行かなきゃいけなくて、売店に行って、まあ、セブンイレブンでね、すいませんっつってシャワーですねって言われて、まあ、名前と連絡先書かなきゃいけなくて、で鍵と引き換えに500円を預けて、で鍵もらって個室入って部屋があって鍵を挿すと電気つくみたいなね。あ、じゃあ何、時間とかじゃないんだ。でも一応時間制
ワンルームなのかな、多分鍵は一つしかないから個室貸し切りになるのかわかんないけど、45分以内っていう感じで、長いね。部屋が45分の、その中にシャワールームがあって10分300円でちゃんとドライヤーも完備されてた。洗面台とドライヤーがあってエアコンも効いてたから、そういうのはもうなかったな。そういうのは良かったなーって。でも男子の方は全然綺麗だった。普通のその辺のキャンプ場が全然綺麗。ね、あれだよね。でドライヤーは分かんなくて、うーちゃんだけやって、私はちょっと時間かかるから車に戻ってきちゃった。まあちょうどアオラでさっきやってみたけど、これでいけたからね。いけた？だからね、中は動画がね、女子セキュリティ上多分女子のとこは撮れないから、ね、男の方もまあ一応部屋のとこだけシャワー室だけね、こんな感じでしたけどね、持ってきたけど、割と広い部屋だったよね。これでお風呂は解決したから、そう、あと、まあ、あとはね走るだけ。ちなみにお風呂セットはこの中にすっぽりはまる。かわいそうにパパはだから大きいの持てないんだよ。入れるところがないから。しょうがないよ。この車はこれが最大限なんだから。よし、じゃあアイス食べながら行こう。うーちゃんはパパの31チョコミント食べるでしょ。トレーズでしょ。でトレーパパはズしたでしょ。ちゃんのやつを食そう、べる。うーちゃんのやつだ。なんで？これかわいそうにパパこれ見ました。もとパパがこれ。でもパパが運転中にこれ食べれないからうーちゃんのもともとこれだったやつをあげた。そうだよね。交換庫です。交換のぞいじゃん。まあとりあえず今スタートして、これから神戸に向けて大阪、京都で、京都は多分もう渋滞。今日はあとどこまで行くからね。ね。その渋滞具合には多分よるんだよね。今もうお風呂入ったからもうあと気楽で、そうご飯は別に車内でもね。やればいいから。でやっと大阪です。まだまだ渋滞続きます。この先高槻から滋賀の大津が渋滞16キロ。わその間にあるんだよ、京都。大阪途中から混み出すってことだね。お。じゃあな。京都入りました。この先渋滞中が出ちゃってる。さっきほらこの京都南第一第二両方とも渋滞だった。それは解消されてるっぽい。ただその先の京都東から滋賀までが渋滞してる。そうだ、でも京都ここまでは空いてるね。いい感じだよ。そんなこと言ってたらすぐ。実際さ、こっからさ、いわゆる京の都は近いの。いわゆるさ、ああいうさ、二条城とかさ、よくある金閣寺とかさ、京都。マジで京都ってさ、修学旅行以来行ったことないんだよね。次はね、滋賀大津。はい。近いのに10キロなのに30分かかるらしい。わお。まだまだこの渋滞だよ。まだ渋滞に。まだ家まで508キロある。この渋滞は抜けたいね。まあ頑張りますか。あ、そろそろようやく琵琶湖だ。はい、滋賀県にやっと入りました。やっと滋賀だね。渋滞がやっと回避された。のかな、なんか行けそうだね。こっからどこまで走れるかだね。そうだね。滋賀、岐阜がまた長いからね。でも岐阜に泊まると暑いな。そうだから、できれば頑張って長野まで行きたいよね。涼しいとこがいいな。長野まで行けばもうだいぶ変わると思う。ね、時間がもう7時だからね。意外とそんな時間。あと500キロある。わお。岐阜県に入りました。今日は恵那峡大変かな。を目指す予定です。暑くないといいけどね、そんなにね。よし、今ね、一旦愛知かな。まだ小牧を過ぎてから岐阜に戻る。お、ついに400キロ切った。394キロ。約400キロぐらい爆走中ですそう。だね。まあでも走れるところまで走っちゃった方が気が楽っちゃ楽よね。全然楽。また岐阜です。岐阜に戻ってきました。今日ね、目的地、初日と一緒の恵那です。恵那です。恵那峡サービスエリア。この恵那まで行けば
まあ300ちょっと残るぐらいだから、まあまだ気が楽かな。でほら今日さ香川でガソリン入れたじゃん。あそこからで今480キロ、結構走った。走った。よし、やっただー。今日のそうこうしてるうちにゴール空いてますように。 Wi-Fi は確かにない。まあいけるかな、こんぐらいなら。なんかこんななんかキャンカー多くね。多い。まあとりあえずここでいくか。はい。無事に到着。バッテリーがね、残量 89%、消費が32アンペアぐらいだから結構高いね。でエアコンはやっぱりあれだね、結構使うっぽいね今日も。寝るときは 200L に切り替えよう。注目のお肉でしょ、タンタタン。こちら。これはね食べないともったいないよねっていう高知で買ったやつね。ソーセージも。これシャトーブリアンだよ。シャトーブリアン。そうだよ。今更？もうそれ香川県出ちゃったけど。あとソーセージもあるし。すごいね、冷蔵庫ずっとパンパンだったね。ずっと入れ替えで何かしらが入ってパンパンだったもん。でもこの 12V 冷蔵庫意外といいんだよね。電力そんな食わないしさ。これはまずいのかな。今日でももうパパってやろうぜ。これは洗い物を減らしてる。1、2の3。どう？結構シャキッとした感じのトマトだこれ。切れない包丁はこうやってやるとトマトが切りやすいよ。ブスって刺してから切る。100均の包丁元取れるぐらい元取ってるんだこれ多分。 7年目だからね。7年、そうそう7年目プレイヤーね。この包丁も7年使われると思ってないはずで。味を振りかけてるけど急にしょっぱかったりするかも。肉投入。肉投入。でも跳ねるからね。ちょっと一回軽く振った。柔らかそう。わお。切れるか。これ十分でしょ。そう、これシーサイド M で売ってるやつね。レモン果汁。でなんかこれをちょっとお肉とかにつけても美味しいよっていう話を聞いてレモン 100% だよ。ね。で今日はパーキングなんでパパはこれがそうノンアルコールで、今日のメニューはトマトモッツァレラ、香川県産シャトーブリアン、スクランブルエッグを食べます。はい。最後まで四国尽くしでいただきましょう。僕最後、あ、もう四国出ちゃったけど、四国旅最後に乾杯。乾杯。お疲れ様だね。そうだ、冷たっ。いただきましょう。いただきます。塩つけないとね。これは抜群に合うわ。愛媛。
これ愛媛トマトだよね。モッツァレラ。うん。うまっ。はい、じゃあね、この四国旅最後のコメントテーマはい。になります。今回のコメントテーマは、この四国旅で、僕らがね行った場所全部含めて、ここが一番良かったなって思うシーンだとか場所があったり、あとはここちょっと気になったなみたいな場所があったら、ぜひですねコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。よろよろしくお願いします。ちなみにうーちゃんはこの四国旅で一番良かった場所はどこですか？徳島県の2つあって、まずは国際美術館だね。あで、2つ目はかずら橋だ。橋ね。かずら橋を一番楽しみに。でもなんか前半戦の方が内容が濃くて、後半戦雨と人でちょっとなんか、ママもどちらかさなんか徳島とかあっちの方の方が印象深いな。パパはでも一番行きたかった場所はやっぱり四国カルストだから、たまたまパンダさんとねタカさんと偶然会うってあれもあったけどね、すごかったよね。そうだけど、やっぱ一番はその四国カルストの、最後だね、ようやくこう見えたみたいな、カルストの全体のこの風景っていうかさ、あとあの場所はやっぱり大変だから、本当に行くまでも大変だし、道のり、愛媛着いてからも大変だし、でもちょっと気になったのはしまなみ海道だね。ちょっとこう予定してないところで RV パークが取れたからたまたま行っただけなんだけど、すごい良かったよね、はい、なのでぜひですね、皆さんが気になった場所教えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もうね寝るんですけども、ちょっと今ね寝る前に、リチウムねエアコンを回してるんですけど、パワフルにして今一回ね一気に冷やしてます。でこの後ねポタ電と電力切り替える。ちなみにこっちもサーキュレーターで拡散、それはねアオラの方、アオラ30で拡散してます。今日はねパパとうーちゃんが上で寝ます。で、ママルースだよ。じゃない、ママがパパがいつも寝てるねこのベッドの下の段で寝ます。はい、おやすみなさい。じゃあ見て。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。はうーちゃんおはようございます。途中暑くて24度自動に変えたけど、残量はまだ 43% ある。これ1台あるとねエアコンがだいぶ楽。よし、じゃあ起きましょう。今日も出発です。残り300キロちょい。300キロだったらね、早めに近くに帰ろう。とりあえず岐阜県からスタート、再スタート。スタートです。長野県に入りました。長い長野県。ここからは長野の戦いですね。ぐるって回るからね。なんか街になってきたよ。なんかまたあれだよね、こっちはこっちの景色だよね。なんか長野って感じの景色やな。なんかでもまだあったね、見慣れた長野の景色ではもうちょっと先から、割とよく知ってる景色になってきた気がするね。安曇野。安曇野まで帰ってくればね、もうそんなにナビを見なくても帰れるから。こっちは天気いいね。天気いいね。景色超綺麗。飛ばしておらへんの景色もすごい綺麗そうね。でね、こっち来てから結構キャンカー増えたね。あれだよね、でも逆か、こっち側から来るってことみんな帰ってるのか。そういうこと？入れ替わりになっちゃう。さあ、まだまだ続くんでしょ？長野。あとまだね、170キロぐらい。上り坂のため、スピわおードの低下にご注意く半分ぐらいださい。走ったのかな。ね。今のね、時間帯で走っちゃえば渋滞もないから。そうだね。景色超綺麗。いい景色だな。
突入しました。長かったわ。長かったね。もうここまで来たら帰ったも同然だよ。はい、ということでね、今回は四国七分ヶ浜の近くからスタートして約800キロ100キロ。無事に走破ということで、はい。ちなみに今の走行距離現在まででこの旅、まあ、2600キロ。そうだね、2600キロ、11泊と12日間はい。で合計2600キロ。久々の長旅だったのでは？北海道以来ねこんなに長期に、そう2年ぶりぐらい。ちゃんと旅ができたんじゃないかなっていうところだね。まあそんなこんなでね、とりあえず行きたかったね、四国ね、ボンちゃんの初四国で、まあ、一周ぐるっと回って、普段はね、大体ね、旅先の頭らへんでね、もう帰るとこ取って終わりみたいな感じが多いんだけど、まあ、実はね、裏側ではこんな感じで過ごしてると。キャンピングカーをね、使う時のその、まあ、リアルな、ね、使い方っていうのをやっぱりね、お伝えしたいなとは思ってるから、その辺がね、今回ね、ちょっとピックアップしてみました。初めてのサービスエリアでのパーキングか、そうシャワーも入ったし、どんなんなのかなっていうのもなんか初めて知ったあれは初めてだね。確かに。全然使えたし、すごい綺麗だったし。で、その辺はね、今回の、まあ、この帰り道の新しき知れてよかったかな。まあ、あとはね、今後もね、こういうロングのね、旅、また次ちょっといつ行けるかわかんないけど、まあ、ロングの旅ができたら、まあ、またこういうね、行きと帰りのリアルな風景みたいなのをね、ちょっとお伝えできればなと思ってます。はい。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね、バイバイ。